やほやほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回も、中国から連休を挟んでやってきた、イヤホンの話をしていこう。さて、今回届いたのは、価格破壊ブランド、KZ から、KZ 初の平面軸駆動イヤホン、KZ-PR1 Hi-Fi だ。ちなみに、兄弟姉妹ブランドも含めると、姉妹ブランドの CCA-PLA13 がすでに市場に投入されて、この値段でちゃんと平面駆動の音してるやんけ、と評価を集めたな。今回、PR1 は3つのバージョンが発売されていて、今回、僕がレビューする、PR1 Hi-Fi 版、それから、黒いボビの、PR1 バランス版の2種類が発売されたぞ。ここで言うバランスは世間一般におけるバランスではなく、KZ ブランドの世界観におけるバランス版だ。このブランド、とにかく低音と高音が強烈なイヤホンが多く、PR1 のバランス版は、つまり、高音と低音を強くしてバランス取ったぞ、ぐらいの意味合いなので、このメーカーに馴染みのない人は、バランス、という文言に騙されないように、世間一般では、銀色のハイファイモデルがバランス版、そして、黒色のバランスモデルが、高音域、低音域強化版だ。ちなみに、PR1 Hi-Fi 版も、素直にバランスしているわけではなく、高音域の方が強めの調整になっている。それでも、ここまでに登場したゼティアン U や S12 などの、高音が鮮烈なモデルに比べると、聞き疲れしないようにブレーキがかかっている感はあるな。S12 は全体が金属質な仕上がりになっているんだけど、手触りなんかから判断するに、フェイスプレート以外は塗装によるもののようだ。スリットとメッシュが多く配置されたデザインは、より高級なモデルと考えてもおかしくない仕上がりで、よりメカメカしいのが好きな人は、ドライバが観察できる PLA13 が、より上品なデザインのものが好きなら、PR1 がおすすめだな。ちなみに、PR1 も、平面駆動ドライバーを採用した喜びを表現するためか、ものすごくさりげなく、フェイスプレートにはプラナーの文字がプリントされてるぞ。平面駆動ドライバーを扱う喜び。ドライバーが大型化したとはいえ、外形は以前の KZ 製品と変わらない。装着感に定評のあるデザインはそのままで、大型ドライバーを採用しているから装着感が不安。という人にも安心だ。商品内容は上位モデルのはずだけど、いつもの簡易パッケージ。付属品はケーブルとイヤピのみのシンプルな仕様となっている。それから、何気にレアなことに、平面駆動イヤホンなのに、マイク付きケーブル付きのパッケージが存在する。ただ、このイヤホン、要求入力が高めで、マイクを使うような環境だと、音色の方の実力を発揮しづらい。なので、個人的にはマイクなしのケーブルをおすすめするな。さらに言うと、平面軸駆動のドライバーに対し、ケーブルのグレードが足りていない感じがちょっとする。一回り上のグレードのケーブルと合わせてあげた方が、何かと進化を発揮しやすいだろう。選択肢としては、KZ 純正のアップグレードケーブルか、ナイス HC 系のジアレイのような、低価格モデルと乗せ替えても、明らかに高音の反応が良くなったぞ。ここは結構重要かもしれないな。あとは、装着時の注意として、標準のイヤーピースは、一般的なイヤーピースより若干軸が短くなっている。以前の KZ 製イヤホンに付属していたイヤーピースと比べても、若干ノズルが短いので、耳の形によっては、しっかりと密閉を取りづらい。一度試して、いまいち密閉考えられないなら、100円均一などでもいいから、イヤーピースを交換することをお勧めするぞ。というわけで、さすがにドライバーの格に付属品が追いついてないところもちょっと見られる。この値段でかなり頑張った感は伺えるな。ただ、やっぱり、この価格帯としては、本体の仕上げはすこぶる美しく、でもって、ドライバーの底力もしっかりと感じられる。他社の上級価格製品に、本体の性能は決して劣っていない印象だ。と、いろいろ話してきたけど、音色について、見ていこうか。いかに類似モデルの中で群を抜いて安いとはいえ、音色が伴っていなければしようがない。で、その音色はというと、すごくちゃんと平面駆動してる。標準ケーブルで聞いた感じから、高音がすっきり整理されていて、中音域、低音域まで引き締まった音色。ただし、人工的な引き締まり感はなく、自然さを残すのが平面駆動の良いところだ。さらに、耳に小さくて、小型のドライバーで鳴らす、平面駆動の中でもイヤホンのオマージュとして、高音域のミニチュア的精密さがある、部屋の反響なども伴うスピーカーだと、ここら辺のエッジが丸まってしまうんだけど、そこが丸まらない密閉型イヤホンだからこそ味わえる、すっきりとした高音域が魅力だ。KZ は、今までにも、
複数のハイブリッド型イヤホンを発売している。評価が高かった、ZSX、ZAX、ZAS など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 。で、これらは高音域のシャープさも魅力の一つなんだけど、ここは平面駆動とはまた異なる魅力がある。平面駆動って非常に粒立ちの良い高音から高中音域までを提供するんだけど、BA の高音と比べて金属質感が少なめで、非常に粒立ちの良い音色なんだけどどこか自然と言われて納得するところもあるんだよな。PR1 ハイファイはそれらの特性をしっかりと持っている。低音側もしっかりと密閉を取れば、十分に力強い。これで、バランス盤より低音が下がってるのだから驚き。サブベースの加減あたりは、平面軸駆動の特性ゆえにそれほど強烈ではないんだけど、ハイファイ版の高音よりに主役がいるバランスなら、これはちょうどいい塩梅に聞こえるな。PR1 は自然で粒立ちがすごく良い、平面軸駆動の魅力をたっぷり備えたイヤホンなんだけど、空間はそこまで広く感じない。結構近くで聴かせる音色で、楽器との距離感は近く、どこか周囲がきちんと壁で囲われているような感覚を受けた。シャオワーの S12 は、楽器らは近いものの、天井や壁を感じない、広い空間の抜けを感じられた機種だったので、ここが両者の印象を分けるな。それよりも若干狭く感じた、ゼティアン U よりもさらに狭めの空間を感じる。とはいえ、これはネガティブな意味じゃなくて、どこか精密なミニチュア感もある、平面軸駆動イヤホンの高音域に、世界観として合っているとも言える。どの空間表現が好みかは聞く人次第だけど、僕は PR1 ハイファイの高音表現もありだと思うな。この空間のコンパクトにまとまってる感じは、ケーブルをアップグレードしても感じられるけど、標準ケーブルだとより顕著かも。高音域が伸び伸びなるようなケーブルと組み合わせてやると、適度な広がりを見せた。標準ケーブル状態の高音域は、それほど鋭くないので、どこか KZ がすでに販売している、1ダイナミックドライバ機なんかに近い印象を感じる。この状態で高音域に物足りなさを感じたら、リケーブルをおすすめするぞ。より高い、今年発売された 13mm オーバーの平面軸駆動ドライバーを採用するイヤホンと比較しても、遜色のない仕上がりに感じられる。当人の好みによっては、PR1 が一番好みだ、と評価する人も出そうなレベルの仕上がりだ。こんなところだな。ただ、このイヤホン、平面軸駆動モデルとしては激安すぎて不安になるくらい安いんだけど、KZ 製のイヤホンとして考えると、結構お値段は良い部類になる。さっき、ちらっと、標準ケーブルだと、KZ の1ダイナミックドライバーイヤホンっぽい音、と言ったんだけど、レビューの締めに、KZ 製の1ダイナミックドライバー機、それも最新鋭モデルと比較して、平面軸駆動必要というところに突っ込んで、レビューをまとめたいと思う。今回、KZ の似たような1ダイナミックドライバーモデルとして、KZ-ESX とこの PR1 を比較してみよう。ESX は、12mm の超大型ダイナミックドライバーを採用した、低価格モデルだ。対して、PR1 は、場合によっては ESX が23台購入できてしまう。イヤホンは趣味なので、コスパは度外視で考えるべきかもしれないが、PR1 には、それほどの違いがあるんだろうか。ネタバレ、ある。平面軸駆動とダイナミックドライバーを聞き比べた感じ、サブベースの表現ではダイナミックドライバーが有利で、それ以外の精密度で PR1 が勝る感じだな。ESX は、特に低音側が得意な、大型ドライバーを採用しているので、この印象が顕著だ。最近の KZ 製ダイナミックドライバーイヤホンは、薄型振動板を採用することによって、高音域の音色にも高い表現力を見せるんだけど、ダイナミックドライバーの高音域って、どこかにピークがあって、そこが味になる、あるいは弱点になるパターンが多い。それでも、最近のものはそれらが味になってるんだけど、そこら辺の歪を取り除ける存在が平面駆動ドライバーなので、ある意味生まれた時からそこで有利になるのが運命づけられてるわけだ。PR1 は、そこら辺の特性をしっかり持っているので、高音がよく整理されて聞こえる。KZ だと、高音域を BA というドライバーに担当させたものがあるけど、これと比べると金属音などと他の音が自然な混じり合い。また、EST っぽいドライバーを採用したシリーズも、KZ にはあるんだけど、こちらも、EST とダイナミックドライバーのつながりに温度差があるんだけど、1ドライバーで全て鳴らせる PR1 は、そこの温度差もなく、全体が自然だ。どこか、精密に作られたミニチュア然とした、やりすぎの不自然さがあるのに、全体を見てみると自然、イヤホンという小さなものの中で作った平面軸駆動ドライバー、というのは面白いジャンルだと思う。この PR1 は、その世界観をテストできる、最も手頃な機種の一つだ。同じく安価なラインナップを持つ KZ なら、同社の別方式のイヤホンや、マルチドライバー機と比較して遊ぶこともできる。個人的におすすめなのは、今年の水準で作られた、1ダイナミックドライバー機、KZ-ESX、マルチドライバーハイブリッド、KZ-ZS10 Pro X、そしてこの平面駆動モデル、
KZPR1、それと、KZAS16 Pro あたりを1個ずつ揃えて、それぞれの音の個性を味わうのが KZ の一番楽しい遊び方だと思うな。もちろん、似たような機種をいっぱい揃えて、その差を楽しんでもいいし、あるいは、この中の1台だけで楽しんでもいい。PR1 は、平面駆動の入門機として、しっかりとその役目を果たせる1台だし、上位機種と比較しても、見劣りしない仕上がりの1台だ。今まで高くて手が出なかった人、平面駆動、一度触っておきたい人に、ちょうど良いタイミングで生まれた、頭の低い、親しみやすい1台なんじゃないかな。触ってみてもいいかもと思った人は、ぜひ挑戦してみてくれ。といったところで今回はここまで。